京也は僕のフォローをすることで自分の居場所を見出してるんでしょ。やることがあって気が楽になったんだよね。君は学校では自分の役割を見つけられなかったけど、ここでは僕の面倒を見ることで自分の存在価値を見つけたんだ。そして僕は君に面倒を見てもらえてとっても楽ちんだから、僕らは利害が一致してるんだよ。はあはあ、俺はシンバだ。ちょっとうるさい。俺はシンバだ。グランツの皆さん、ごきげんよう。お元気でしょうか。俺はというと、前回に引き続きメンターとして候補生を見守っているわけで。じゃあそれぞれの自己 PR を教えてや。はいはい、うちはやっぱり自分の強みを生かそうと思ってます。うちのいいところは教えの愛が深いところ。強火オタクとして教えの愛を語ったり、同じオタクとしてのあるあるを押し出していきたい。俺様がリアムだぜ。へいよー。やっぱり俺はラップだな。グランツからお題をもらって即興ラップを見せつけてやるぜ。俺は食うことだな。うまいうまいと何でも食う気持ちのいい食いっぷりを見てもらいたい。食べる姿を見るだけでもストレス発散になるからな。グランツの質問なんかにも答えて偽りない自分を見てもらえたらいいな。俺はアクロバットが得意だからそれかな。柔軟性とか俊敏さとか、今までダンス以外で見てもらっていない部分を見せられたらいいなって。僕はメカニックで鍛えた発想力、構想力を使って今までにないような新しいダンスをお見せします。何でもできるというのが強みであり弱みでもある。今までグランツに見せたことのないような、そうだ、早口言葉での自己紹介を披露するとしよう。ケイト君が前に全体のバランスを取るのがうまいねって言ってくれたんです。候補生たちの密着ドキュメンタリーを作って自分の役割とかを見てもらえたらいいかなと思います。ケイトはケイトの一日を赤裸々大公開。あんなケイトやこんなケイトを知ってもらえたら嬉しいな。こんな感じでそれぞれ一生懸命自分をアピールする方法を探しているのが微笑ましいわけで。でもこんなに真摯に課題に取り組んで真剣にアイドルになりたい気持ちが伝わってくるのに、この中にスパイがいるなんて考えたくないよ。どうしたんミオくん、さっきからおもろい顔して誰かを笑わしてるん？言い方、誰が面白い顔だよ。心の声わからんって声に出しといて。いつもは読むくせに面白い顔って何？そのまんまの意味。メンターとして来てるんやから、もっと自信持った顔せんと候補生も不安なるやん。それはそうだけど、それにしたってもっと優しい言い方あるじゃん。ほぼみんな自己 PR 決まったみたいやけど、あの二人は苦戦してるみたいやな。京也とモネだよね。ブラックの二人こっち来て。どうした？俺？モネさん呼ばれてるから。何？俺何かしましたか？わかる。この状況って先輩二人に呼び出し食らった感じだから怖いよね。いや、みんなのことをずっと見ててんけど、君と相方が PR への取り組みに苦戦してるように見えてん。思いついてないようだったからちょっと声かけてみたんだ。怖がらせてごめんね。いえ、気にしてもらえて恐縮です。
結局自己 PR は未だ出てない感じなん？はい。すみません。僕は考えたじゃん。昼寝って。昼寝が自己 PR って斬新すぎるよ。何が伝えられるんだ？おもろいけど自己 PR としては却下やな。見た人が一発でわかるような PR をしてほしいねん。特にない。なくないよね。モネ、歌もパフォーマンスも何でもできていいところたくさんあるのに。せやで、京也くんかて歌物ごっつうまいって聞いてるし。なんかないの？そんな感じで特技とか。特技ないわけじゃないんですけど。実は歌もパフォーマンスもアイドルとしてできて当たり前のことでしょ。特技だってそう。できて当たり前のことをわざわざ見せて褒めてもらって、それでどうするの？おー、強気な発言。そりゃそうかもしれないけど、それを言ったらおしまいよっていうか、ほらほら、京也だけじゃなく他の候補生たちも心なしかシュンとしてる。急にたくさん話したと思ったらへりくつこねて自己 PR の概念覆さんといて。時間ないねんから頑張って考えんと。はい。ここ廊下だから踏まれるよ。起きてる。よく寝てられるね。寝れるよ。なんで？だってさっきのモネさんの発言、ちょっとまずかったかもだし。まずい？何がってパフォーマンスも歌もダンスもできるのはアイドルとして当たり前とか、特技見せて何になるのとか、みんなそれぞれ得意なことを PR しようとしていたのに、ああ言われたら自己 PR としてそれでいいのか悩んじゃうよ。なんで悩むの？自分がそれでいいって思ったならそうすればいいだけでしょ。他人の言葉に影響されて自信も感情も揺れるなんてアイドル向いてないよ。それはそうだけど、そうだね。君はそういう人だもんね。他人の顔色を見て他人に自分の言った何かが影響してしまったんじゃないかっていつも気にしてる。自己評価が低いのにやけに自意識過剰っていうか。そうだけど、そうかもしれないけど、俺も最近アイドルらしいことができるようになってきたのが嬉しいから分かるっていうか、やっぱりできて当たり前とかじゃなくて、ちょっとずつできたことを積み重ねたらそれが自信につながるし、何よりモネさんも含めてここにいる候補生のみんなと一緒にできたことが嬉しいから。忘れちゃったの？僕と君は居場所を提供し合う利害が一致した者同士だけど、同時にライバルでもあるんだよ。忘れてないけど。なんだろう、僕最近君を見てるとイライラするんだ。君が僕とは違うって嫌なくらい分からされてイライラする。わ
ちゃドキュドラっぽいシーン見ちゃったんだけど、すごい修羅場青春。ミオくん、全部顔に出てんで。え、修羅場遭遇して興奮せんといて。すみません。それにしてもモネくんって案外はっきりもの言うんやな。もっとパヤパヤっとしてるかと思ってたんやけどな。というか京也にだけはああいう態度が出がちって感じなのかな。なんでやろな。あんなプリプリせえへんでもええやんな。お前が言うな大将あげちゃうんだけど、お前なんやねんその目は。いや、なんか自分のことって案外わかんないもんだよねって。はあ？ほら見ろ、いつもより当たりが強い。はあ、レオンとなんかあった？喧嘩した？は？何？ミオくん何？取り乱し一世珍しい。はいはい、ワロスなんかあったんですね。いや、なんその分かってますか。ミオくんのくせに生意気やわ。今の一世に何を言われても無風だしノーダメだもんね。そんなに分かりやすく。何があったかは知らないけど、そんなに引きずるくらいならさっさと仲直りしなね。当たられるこっちの身にもなってほしいってやつ。自己 PR 全然決まらないな。そうですね。僕たちがやろうとしていたことってモネさんの言うところのできて当たり前なことですから。はあ、また最初から考えなくっちゃだな。いやでもせっかくみんなで考えたんだし、グランツだってみんなが見せたいことを見られるのが嬉しいと思うし。だといいけどな。今夜は悩みに悩みすぎて眠れそうにないな。わかります。自己 PR がこんなに難しいなんて。寝てる。はあ、今日はここまでにして僕たちも寝ましょうか。寝れるわけないんだよな。なんだろう、僕最近君を見てるとイライラするんだ。面と向かってイライラするって言われたのいつ以来かな。胃が痛くなる。モネさんはどうしてあんなこと言ったんだろう。俺の発言や行動に対して。いや、それもモネさんの言う自意識過剰。もう眠れなくてお水飲みに来たけど、キッチンってこんなに薄暗かったっけ。今にも何かってそうな。この間の怖い話のせいでそう思うのかな。今足音が。トントン。出たー。ケイトさん。驚かせてごめん。京也がキッチンに入っていくのが見えて、それで。ケイト、お化けじゃないから安心してね。こっちこそごめん。出たなんて言っちゃって。京也、この前ランドリールームでケイト迷惑かけてごめんね。ランドリールーム。ああ、帽子。京也が見つけてくれたからケイトとっても助かったの。本当にありがとう。いや、こちらこそ。モネさんが帽子を勝手に枕にしたせいでごめんね。どうして京也が謝るの？京也、モネのパパ。いや、
この帽子、本当にとっても大事なものなんだ。ケイト、本当はね、みんなの前であまり上手に話せないんだよ。そういえば帽子がない時。ケイト、昔からみんなと同じにおしゃべりできないんだ。だから学校で浮いちゃってた。その時唯一のお友達だったのがチピちゃん。チピちゃん？うん、インコのチピちゃん。チピちゃんはすごいんだよ。お話がとっても上手でね、おはようって言ったらおはようって返してくれて、お歌も歌ってくれて、チピちゃんと一緒にいるとケイト、とっても楽しい気持ちになれたんだ。もしかしてその帽子って？うん、チピちゃんに似せて作ったの。ケイトがチピちゃんみたいに上手に話せますようにって。ケイトもいつかチピちゃんみたいにたくさんお話しして歌も歌って誰かの気持ちを明るくしたい。そう思ってアイドルを目指したんだ。今はチピちゃんがなきゃうまく話せないからまだまだなんだけど。今日やなんだか肩がわなわな震えてる？わかる。すっごくわかるよ。今日や？俺もケイトさんと同じで学校で浮いて居場所がなくて。そっか、今日やもそうだったんだ。ありがとう。ケイトさんのおかげで思い出せたよ。俺にはやっぱりデスメタルなんだ。です大事なこと教えてくれてありがとう、ケイトさん。おやすみなさい。おやすみ。そうだ、やっぱり俺にはデスメタルしかない。居場所をくれた大好きなデスメタル。俺にここにいていいよって俺を認めてくれたデスメタル。大好きなデスメタルで自己 PR をしてみんなに兄ちゃんに認めてもらいたい。だから俺はリアムのやつ、せっかく貸してやった EMS 美顔器肩こりに使うとか、どんだけ贅沢な肩してんだって話だし。はや、何？誰？インターナットの妖精？おはようございます。皆さんお元気でしょうか？今日も候補生のキラキラ笑顔がとっても眩しいです。こんな素敵な笑顔の候補生たちの中にスパイがいるなんてとてもじゃないけど思いません。ちゃんとスパイ探しを忘れない俺、偉い、最高。ミオくん、また顔に出てるで。俺偉いわーって思ってたやろ。本当に心読むのやめて。おはようございます。おはよう。さて、珍しいな。相棒とは一緒ではないのか？確かにな。京也とモネが一緒にいないとか、なんかあったのか？モネさんは。はいはい、みんな集まって。あっぶな。喧嘩案件思い出してセンシティブ回避しちゃった。いやでも待って、今ドキュドラっぽいシーンを止めちゃったかも。取れ高がこれ大丈夫？ニコニコ。いや、何その顔。笑ってるだけやん。なんか怖いから嫌だ。みんなおはよううるさ。シンバ朝から元気。そんなに無意味に大声出してたら喉痛めて声枯らすよ。喉を痛めない大きな声の出し方があって、まずは今日やどうしたの？俺自己 PR 決まりました。今日やついに決まった感じ？気になる。結局何にしたんだ？自分たちの PR もどうするか決まってないのに、他人のに興味津々でどうするの？と言いつつ自分も釘付けじゃないか？だって
決断力が低い京也が決めた自己 PR が何なのか気にならない奴はいないだろう。オブラートって知ってる？はービブラートですね。はいはい、一旦京也くんに注目。俺デスメタルが大好きで。それは知ってる。愛の助。それでだから自己 PR はデスボイスにします。デスボイス？デスボイスなんや、おもろい武器隠してたやん。小さい時からずっとデスメタルを聴いてて、それで真似ていたらいつの間にかできるようになって、初めて他人に褒められたのもデスボイスなんです。いいよ、デスボイス。意外性もあるしかっこいいと思う。せやな、しっかりものにしてアピールするとええんちゃう？はい、頑張ります。結局あの後モネ君はレッスンに現れんかったと。まさかボイコットまでするとは。でもファーストでもどっかの不愛想大魔王もしてたし、意外と通る道なんかもな。次は許さんけど。どうしたんみよくん、おもろい顔をよりおもろくして。失礼すぎる。いや、モネのこと昔どっかで見たことがあるような気がして。そういうナンパ的なやつ今時流行らんて。ナンパじゃないですから。そうカリカリせんと。今日は京也くんの自己 PR も決まったことやし。だね。デスボイスって意外だったけど。そのことですが。稲本さん、いつからここに？ずっとおりました。京也さんのデスボイスについてなのですが。どうかしたんですか？確かいただいたお兄さんからの推薦資料の中に京也さんのデスボイスは禁止されていると書かれていたはず。禁止されてる？それってどういう？兄ちゃんどうして？デスメタルは兄ちゃんの好きなものだから。だから俺は好きになっちゃダメなの？俺兄ちゃんの好きを横取りしたの。だから兄ちゃんは今の声が出ない。裏切られちゃったんだね。唯一の居場所だったデスメタルに。何言って。僕と一緒だね。Wake me up この瞬間立ちはだかる高い壁は突破して目指すのさニューワンその先をできるはずさ Give your time 燃えてるライフ火花散らしながら Go fast 全てをかけて勝ち進むだけビリギリを背負いけるところまで Hey now Stay true Stay true 内なる声を信じればいい突き抜ける